50人いても100人いてもよ、1人だって行くんだよ。なあ、聡明の看板背負ってんだよ。今まで先輩からよついてきた看板背負ってんだからよ。なあ、1人だって突っ込むんだよ。気合い入れんだよ。よろしくお願いします。平気なやつは待ってんだから。昔縄張り争いが激しかった。もう湾岸だよね。湾岸357。船橋からこの浦安まで。ご存知何ですか。やっぱり自分そのままっていうか、もう必死ですよね。やんないとね、自分がやられちゃうじゃない。元習志野スペクターのリーダーでした葉月和弘です。ヤクザではないですけど不良なんだろう、チンピラですよね俺は。初めてスペクターの集会行った時のことは覚えてますよ。ものすごい台数だったですね。松戸スペクターも来たし、市川スペクターも来たし、で16号走ったんだけど、もう俺は先輩のケツに乗ったんだけど、一番ケツ持ちやったんですよ。後ろからパトカー来て、俺の前に乗ってる先輩が一番後ろに下がって、こうパトカーの前でゆっくり走ってこう止めんじゃないですか、パトカー前に行かないように。そうすると一番後ろだからこう下り坂になってるとことか先頭まで見えんじゃないですか。ライトがねもう無数にこう広がってね、もうすごいですよね。鳥肌立っちゃって、すげえな暴走族と思ってね、あれはもう一生忘れないですよ。日本の暴走族ってのはもうね16、17の子供だから、それでもやっぱすごい喧嘩するでしょ。ありえない。どういうの？僕までって分かんない。分かんねえじゃん。目がけじめで持ってくんだよ。常識だよ。わかりました。おめえ遠いことだこの野郎。おい。わかんねえか。すごいんだよ。めっちゃ言うんだよ。バット貸せよ。おい、バット売ってこいや。バット待ってこいや。このラジオでお前だよ。ライバルはやっぱエンペラーですよね。ブラックエンペラー、千葉のね。いやもうエンペラーはね比較的硬派でね、俺は違かったんですよね。俺は悪いこと何でもねありの暴走だったんですよ。で俺なんかやっぱゲリラもう357でこう道端にみんな隠れてるんですよ、武器持って。で向こうと向こうでロープ垂らしてくるんですよ。で他の暴走来たらロープ引っ張って張って単車引っ掛けて倒してバチバチやるんですよ。いや俺はそういうゲリラが得意だったんですよね。みんなワゴン車に乗ってで相手チームの集会やってるとこに静かに行っていきなりバーって開けてやったりとか、そういうのばっかりやってる。ナイフはやっぱねさらわれそうになった時捕まってさらわれたりとか、ほらおまわりさんに捕まった時にやっぱ巻き返せるからね、山返せるからねやっぱナイフは持ってないと一人になった時危ないから。拉致されたらどうなるんですか。
特攻取られちゃうでしょ。ほんで先輩なんかやっぱさ、足にロープ巻かれて、で車にガーってもう何百メートルも引きずられちゃってさ、それで死んじゃって先輩もいるし、そういうのがあるからやっぱり怖いですよね。すごい本当に怖い。必死だから、やられる前にやんないと。こうやって映すんだよ。よくあれ漫画とかほらであるなんかタイマン張ってさ、なんか強いやつが頭とかそういうんじゃなかったんだよ。なんか順番があって、難所のスペクターの支部が全部で13ぐらいあったね。でまずは支部長になって支部の頭になって、でそこからまあ特攻隊長とか親衛隊長とかそういう順番があって、で大体特攻隊長をやったやつが、まあ、次の頭みたいなね、そういうのでその順番をたどっていって、やっぱり今まで声がちっちゃいんだこの子さ、今まで先輩たちに面倒見てもらって、自分らがこういう席を開かないと先輩方も納得して引退できないんで、自分らも先輩方は引退して行かれるように自分らがしっかりケツ持ってこれからの聡明を守っていきたいと思います。俺ら聡明で走ってもう6年になるけど、本当いいやつばっかでいい思い出できたと思います。本当思い出ありがとう。聡明連合永遠に乾杯。乾杯。なんか悪さ自慢っていうかね、あんまなんか自分で言うとなんかバカじゃねえかなこいつお前ね。まあね、鑑別所も3回行って少年も行って、その後ヤクザになって、刑務所も2回行って、ね喧嘩ですよね、傷害、あと恐喝未遂、まあなんかそんなことばっかやってましたよね。なんで暴走族になった？まあ、ちっちゃい頃から暴走族っていうのは知ってたんで、そのものに対しての憧れと、たまたま出会った先輩が声をかけてくれて入ってみないか、でその一言でやれるんだったら自分も暴走族ってやってみたいなって思ったんで、定番のケツ上げ、純正フェンダーもっと低いんですけどこれ上げるのと、まあアルミテープナンバーかち上げ、フットペダルの暗用、クロスカン、ピヨピヨ、アップハンぐらいですかね。あと3段シート、これもいじってる。まあそんなお金かかってるいじり方じゃないんで、30万いけば高い方ぐらいですね。まあ上昇無敗、まあ俺の座右の銘じゃないですけど、常に勝って負けはない。喧嘩はまあでもそんなに数多く喧嘩してきたわけじゃないんですけどたびたび自分が入ったのが17の時なんで、まあ2年ぐらい、2、3年チームに所属して、今はもう暴走族じゃない。今全然いないです。警察とかの取り締まりが厳しくなっちゃったんで、存在するのが難しいんですよね。1台しかいないですけどね。
習志野の最後のリーダー、一人で頑張ってますから。何代目だっけ？ 30？ 38代目です。38代目で、俺が21代目だから、まあ、未だに頑張ってやってますよね。俺は直接何も指導してないですよ。指導とかもう俺は船橋出て浦安行ってから出てきた子だから、俺の兄弟が面倒見てるから、まあ、危なくないように、うまくやってくれればいいんじゃないですか。習志野といえばっていう名前が出てくるぐらいの大先輩なので、尊敬っていう一言しか。いいよ、そんなことやらなくて。周りから本当に先輩方から聞いた話なんですけど、パトカー囲んでひっくり返そうとしたとか、もう20年もあれ分かんないよ。20歳違うから年は。まあ、次やりたいって子がいたらね、全部あれ引き継いでもらってね。俺も40過ぎてそんなこと言ったら怒られちゃうね、本当。土曜日の夜になると浦安橋をこの地元のさ浦安ナンバーワンと葛西の ICBM がバーって走るのよ。まあ30台ぐらいしかいないんだけど、もう浦安とかやっぱ多かったから暴走族。土曜日の夜絶対聞こえるんですよ、直感の音がガン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 って。今全然聞こえないもんね。で見かけないしね。今はなんか愚犯みたいにすぐ捕まっちゃうみたいね。事件起こしてなくても。なんだ暴走族共同危険行為とかさ、なんかいっぱいついてたね。親がやっぱ引き取ってくんなければね、少年行っちゃうしね、やりづらいかもしれないね。最後の暴走族ナンバーワンとスペクターはもともと仲いいからね。もう現役の頃からの仲間だから、 OB はもうみんなガキの頃からの仲間です。ちょっと気合いの入ったねあれを見たいですね。最後の暴走族だから。こんばんは。頭の子はリーダーの彼です。何代目なの27代目です。鎌ヶ谷ナンバーワンの27代目の頭の。地元で活動してるチームで喧嘩もしますし、単車乗って走ったりもするチームです。ナンバーワンはここの浦安が始まりで、どんぐらい前なんですかね。多分初代の人が今62とかそんぐらいですよね。そんで東京の下町と千葉の東京寄りの暴走族全部まとめてキラー連合っていうのを浦安ナンバーワンが作って、まあすごい伝統のあるチームですよね。僕らスペクターと一緒においおいこの全千葉聡明連合っていうのを作ってやったんですよね。キラー連合と CRS とで聡明連合と3つあって、千葉みんなバラバラの連合だったんですよ。そんで千葉だけで集まってみんなチームすごいってことで、全千葉聡明連合っていうのが僕の10個ぐらい上の先輩の時にできて、で僕らその看板背負ってねやったんですよ。この特攻服
来てた先輩が伝説の先輩だよね、鎌ヶ谷で。尊敬してる先輩です。俺の1個上の鎌ヶ谷の頭やった先輩なんだけど、その人の特攻服まだあるもんね。すごいよ。特攻服にはやっぱね、喧嘩のためっていうのもあるけど、まあファッションみたいなのもあるし、あとやっぱそのどんだけチームが統一されてるかなっていう、やっぱみんな揃ってる方がさ2倍もいいしな、まとまりあるチームってやっぱ強いから、そういう意味だね。なんかこう自分のなんだね、分身みたいなもんですよね。だからなんかもう今もうこんな40過ぎてもまだこう手放せないでいるっていうか、まあ宝物ですね。すごい伝統のある、ね、チームの看板を背負って、ありがたいよね。OB はみんな知ってるけど、今日初めて会った。カメラにこう喧嘩の時に向かっていくような感じで「鎌ヶ谷ナンバーワン27代目やったんやって中村だよ」27番総長の中野明だよ。ちょっと弱々しいよね。今あれ他のメンバーいないの？いや今ちょっとみんないろんなことでパクられちゃってパクられちゃったの？今自分たちだけです。残ったみんなでね頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ今後も現役の皆さんも危なくないようにやってください。はい。じゃあ解散。お疲れ様です。鎌ヶ谷気合い入れていくぞ。今は初利と解体屋の親方やってますね。普段とはちょっと違う。普段は解体屋なんで、家を解体するのが仕事なんですけど、まあこの現場に限ってはちょっと違う作業なんですけど、僕んとこはもう大体俺の班は元ヤクザとか元格闘家とか、まあ現役のヤクザもいるし、そういう人ばっかりなんだけど、まあその自分と同じようなもうこの年まで働いてこなかった人たちのもう最後の楽園みたいなところだから働いてこなかった人たちを、ね、集めて、そう夢、もちろん夢がないとやってられないでしょうもちろんそれはありますよ。やっぱりもっともっと仕事いっぱい取って、お金持ちになりたいとかそういうんじゃなくて、刑務所から出てきたばっかの人とかヤクザ辞めてこれからどうしようかなって思ってる人が似たような境遇の人いたら呼んで仕事を与えて、そういうふうにもっと大きくやっていきたいなとは思ってますね。それが今のところの夢かな。夢というか目標ですね。キラー連合ニーナモーナってとこなんですけど、五十嵐君何番だっけな。あ、どうも郷澤です。大丈夫ですか今。いや五十嵐さん今ねちょっとあれ今日の夜でもちょっと撮らせてもらえないかなと思って。武藤さん、はい、知ってますよ。本当ですか？なるほど。なるほど。そんな不幸あったですか。そうですか。伝説の先輩が。そうですよね。ニーナモーナの武藤さんがなんかこの間亡くなったらしいですね。伝説の武藤敦ってで、そのなんかお通夜が明日で、なんか今日はなんか忙しいっつってまた伝説の暴走族が一人行っちゃいましたね。
本当の親父はもう地元ですね。秋田さんは静岡なんで。で地元の先輩のニーナモーナの大竹さんです。自分がニーナモーナの五十嵐です。名前の由来とかってなんかすごい。名前の由来はね、昔レストランがあってね、でニーナモーナってフランス語で可愛い女の子って意味なんですよ。そこから馴染んでこうやって漢字つけたり、あとこういう英語みたいな形で作ったりしてね、それが最初らしいです。ニーナモーナはやっぱ抜群に単車とか車の改造センスが飛び抜けてたんで、だから自腹木仕様ってあるんだけど、それの元祖がニーナモーナなんで、だからみんな全国のやつらみんなニーナモーナを真似してね、バイクいじって車の改造も、だからそうああいうグラチャンとかああいうのはもうニーナモーナ元祖なんで改造は。先輩の時はねもう何千人いたらしいけどね、自分の時やっぱり暴走族もいくらかやっぱりねそういうのも少なくなってきたんだけど、でもニーナモーナ自体は200-300人いましたよ。それで全キラっていうのがあって、キラ連合全部集まったんだけど、その時はやっぱりもう1000人2000人のレベルで走ってました。俺中学生の時に総面集会ではぐれたら第二校に集まる予定だったんですよ。ではぐれちゃって、で第二校行ったらいっぱいヘッドライトあったから、やっと合流できたと思ったら、なんか知らない顔ばっかりだからおかしいなと思ったらニーナモーナだったんですよ。あ、そうなんだ。ニーナモーナの集会に入っちゃって、で先輩と2人だったんですけど、先輩なんかこれ違いますねとかって、お前ニーナモーナだよとかってとりあえずニーナのふりしろって言われて、いきなりバックれたら追っかけられちゃうじゃないですか。そうだよね、おかしいもんね。普通にまみれて走ってますね。そうなんだ。中学生の時、中3だったかな。あの時でも100人ぐらいはいましたね。僕の時で100人以上はいたと思います。で今暴走族ね少ないしね、もう最後のもう暴走族が五十嵐とかだったんでね。自分が最後になってしまって、もっと長く伝統を残したかったんですけども、ついてくる後輩がいなくて、そこの辺は本当に先輩たちに申し訳ないと思ってます。この人はね武藤敦さんつって、そっちの写真あるんだけど、これが当時漫画になって、でこの車がね当時武藤 Z っつってね全国区有名になって、でこのニーナモーナの旗も武藤敦さんが作ったんですよ。この人がいたから俺らもこうやってやってこれたわけでね。今はちょっとなくなっちゃったんですけどね。残念ですけどね。最後集まって20年ぐらい前じゃないですかね。こういう服着て、やっぱ塗装が一番の気に入りで、これで20万円ぐらいかかったかな。あとハンドルもこれ作ってもらってオリジナルでやって、あとこっちの後ろのこれが先ほど言った武藤さんの亡くなったんで名前入りで作らせてもらったんですよ。これが小学校の時に初めて音を聞いたバイクで、それの印象が強くて15歳で買って、でずーっと持ってます。これは長きゃ長いほど悪っぽく不良っぽく見えるかなと思って、そうですね、それだけですよね。煽った時にこうなるんですけど、それがやっぱり揺れた方がかっこいいから。おめえら気入ってっか。じゃあ今からよちょっと流しに行くからよなあ、てめえら気合入れてけよ。じゃあ行くぞ。
昔学校流しってあったんだけど、中学校の中はこう地元の暴走族がバーって入ってくるんだよね。で校庭とかぐるぐる回って単車来るとさ、もう授業もなんもできないのよ、うるさいから。でその瞬間なんかね、俺の中でその学校っていうなんだろう価値観みたいなのが一気に直感の音でね、もう一気にバーッとね飛び散ったっていうかさ、いやもうこんな勉強なんかバカバカしいみたいなね。先生も何も単車の音の前で何もできないの。いや俺はもう暴走族しかねえなと思って。暴走芸嫌だったなっていうのは一つもないね。もう楽しいね、今になれば思い出になっちゃったけど、いい思い出しかない。まあ真面目な人から比べればバカみたいなことかもしれないけど、人にはねなかなかできないことをやってきたからね。自分はやっぱり先輩に褒められたのが一番嬉しかったですね。喧嘩にしてもバイク周回にしてもよくやったって言われた時がやっぱ一番嬉しくて、だからやめたくもないし逃げることもしないし、やっぱ憧れの先輩に褒められるのが一番嬉しかったので続けました。疲れるからやりたくないよ俺は。楽しくないもんだってやってるから。でも今はもう変態 SM クラブだから、ゴムモンだから暴走族は。そうだよね。もう徴兵戦みたいなもんですよ。軍隊みたいなところが。スペクターの意味っていうのはお化けっていう意味なんですよ。1代目がやっぱり渋谷なんかで遊びに行ってて喧嘩してすぐ逃げちゃうんです。だからドクロなんですね。はい。あんまりかっこよくないですね。大室山っていうところで喧嘩した時には小田原のスペクターがよくいじめられてて、冬山の頂上で待ち合わせしたんだけど両方から行っちゃって、もうみんな裸だよスペクターは。すごいよ、もう7班なんか逃げてっちゃうから山の中、エンジン全開でグーンバーンと離して山の中谷の中落っこっちゃって、最高だけどやっぱりパクられるのは俺だよね。だけどあれだよ、いいこともしてやるよ。女の人が路肩のドブに落っこっちゃったら俺たちみんなでいるから車みんなで持ち上げて道路に上げてあげるんだよ。ああいういいこともやったよいっぱい。悪いことばっかじゃない。だけどこれはほら若気の至りっていうか、若い時はよ何でもな、昔の人はほらドカビリーとかさロックンロールとか、俺たちの時はたまたま車バイク暴走族だったんだ。そうだって慶三さんがスペクターリーダーの時は俺生まれたばっかぐらいだもん。本当に俺は暴走族の時に酒なんか飲まなかったから、俺たちみんな車に金かけちゃう。だからみんな覚えてるよ。やられてもやらせても俺かかってったよ。だけどいくら相手が強くてもぶっ飛ばされてもまだ行くよ。だったら逃げちゃう、怖くなくて。こういう根性はあった。だからみんなが多分ついてきたんだろう。あそこでお前俺がお前って言って逃げたら誰もついてこないよ。全然怖くなかったよ。
ご家族何ですか？あんま思い浮かばないですね。まあ俺そのものかなって感じがしますね。もうね、あんな今日本の子供でさ、あんな興奮しながら生きてる人たちいないでしょ。俺はもう土曜日の夜はね、ついね、もう全開にね興奮してたからね。だから忘れられないんじゃないかな。今もうそういうことないでしょ。だって大人になると。暴走族なくなった理由っていうのはやっぱ日本っていう国が完成されてきたんじゃないかなと思うんですよね。隙を許さないっていうかね不良とかが活躍できる隙がなくなったんじゃないかな。暴走族なくなってね、寂しいけどね、まあ思い出は思い出でいいのかもしれないけど、一回族やった人間っていうのはなかなか忘れられないんだよね。タイムマシーンで入って戻れるとしたら戻りたいですか？それは戻りたいですよ。あんな楽しいことはない。やってる時は楽しくないんだよね。現役の頃は楽しくないんだけど、もう20何年経っておじさんになってでなんかね、普通の生活してるとやっぱ思い出しますよね。あんなに過激な日々はないじゃないですか。